今回は字幕ツールについて解説します。字幕はテキストプラスと異なり、パソコンへの負荷が軽くシンプルな設定に向いております。インタビュー動画の文字起こし、映画の字幕、解説動画の全編文字入れなどに適したツールとなります。まずタイムライン表示オプションを展開し、字幕トラックを表示にチェックがついていることを確認してください。また上の表示から字幕領域を表示にチェックがついていることも確認してください。トラックの先頭で右クリック、字幕トラックを追加を選択し、字幕専用のトラックを作成します。次にエフェクト一覧からこの字幕ツールをドラッグで今作成した字幕トラックに配置します。一度字幕クリップと字幕トラックを削除します。またはエフェクト一覧からこの字幕ツールをドラッグでタイムライン一番上に配置すると字幕専用のトラックが同時に作成されます。どちらでも結果は同じです。このトラックはビデオトラック、オーディオトラックとは全く別物で字幕専用のトラックになります。ダヴィンチリゾルブバージョン21からここの字幕クリップもこのフェードハンドルが追加され、フェードイン、フェードアウトをつけることができるようになりました。字幕クリップを選択します。インスペクタの大分類としてキャプショントラックとあり、まず左側のキャプションですが、このキャプションの文字をクリックすると展開します。ここでテキストの入力ができます。次にトラックを選択します。ここでフォントフェイスの選択ができます。ビューは上のアイコンをクリックしてセーフエリアを表示します。またカラー、サイズ、カーニングの調整も可能です。ストロークでテキスト文字に縁取りをつけることも可能で、サイズのスライダーを上げると縁取りが現れます。デフォルトは黒の縁取りですが、カラーで縁取りの色、サイズで縁取りのサイズ調整ができます。注意点としてサイズを上げると縁取りは文字の内側に侵食してきます。下にある外側のみにチェックすることでテキスト文字に侵食せず縁取りをつけることができます。この字幕は縁取りを装飾することができるのは一つのみで、テキストプラスのように二重三重と縁取りをつけることはできません。変形で字幕の位置、ズームで大きさの調整が可能です。ドロップシャドウはデフォルトでは適用されていません。ここをクリックすると赤くなり有効になります。ただしシャドウは確認できません。これは背面にあるためです。オフセット XY で位置をずらすと背面にあることが確認できます。ブラー不透明度の調整も可能です。次は背景です。デフォルトでは適用されていません。ここをクリックすると赤くなり有効になります。黒の背景が適用されます。カラーで背景のカラー変更ができ、アウトラインの幅の数値を上げると背景に縁取りをつけることができます。またアウトラインカラーで縁取りの色を変更することも可能です。このオーバーライドサイズ調整にチェックすると背景の幅、高さの調整、またセンターで位置の調整ができます。一番下の字幕設定はデフォルトでプロジェクト設定を使用にチェックがついております。これは右下のアイコンからプロジェクト設定に移動して字幕&文字起こしを展開します。ここで設定されている数値が先ほどの字幕クリップに適用されております。1行の最大文字数、キャプションの最短時間、1秒の最大文字数とあり、これはすべて視聴者がストレスなく字幕を読めるようにするための自動チェック制限機能になります。まず1行の最大文字数とは、字幕が1行あたりに表示できる最大文字数を指定します。キャプションの最短時間とは、一つの字幕クリップが画面に表示される最低限の長さを指定します。1秒の最大文字数とは、視聴者が1秒間に読める限界の文字数を指定します。字幕に1から10の数字を入力しました。プロジェクト設定に移動し、試しに1行の最大文字数を5に変更して保存します。このように数字の6から折り返されて表示されます。元の60へ戻します。字幕クリップには白の塗りつぶしで赤の縁取りをつけ、サイズ、位置も調整した状態です。次はエフェクト一覧から2つ目の字幕クリップを字幕トラックに配置します。または字幕トラック上で右クリック、字幕を追加からも新たな字幕クリップを追加することが可能です。クリップを選択しテキストを入力します。
お気づきかと思いますが、最初の字幕で作成したテキストのデザイン、位置が適用されております。これが字幕の特性で、同じ字幕トラックに配置した字幕クリップは、すべて同じデザインで統一されます。例えば、2つ目の字幕クリップのサイズを小さくすると、1つ目の字幕クリップも同様に変更されます。最初の字幕クリップの縁取りのカラーを赤から紫へ変更します。2つ目の字幕クリップも同様に変更されます。すべて同じデザインで統一されます。これはインタビュー動画の文字起こし、解説動画の全編文字入れなど、とても有効な機能となります。この字幕クリップのみ変化を加える場合は、キャプションに移動し、このキャプションをカスタマイズでチェックします。カラーで色を変えると、他の字幕クリップに影響せず、今選択した字幕クリップのみ変更を加えることが可能です。また、字幕入力欄で一部の単語を選択し、カラーで色を変えると、またサイズを変えると、他の字幕クリップに影響せず、今選択した一部の単語のみ変更を加えることが可能です。キャプションをカスタマイズのチェックを外し、元に戻します。次は、この字幕で作成したテキストのデザインを保存する方法について説明します。毎回同じデザインを使う場合など、一度作成したテキストのデザインを保存することで時短になります。例えば、このデザインを保存するには、右角の点々点を選択し、トラックをプリセットとして保存を選択します。名前を付け保存します。字幕クリップトラックを一旦リセットします。字幕クリップを選択し、バックキーで削除。トラックを削除するには、トラック左側の箇所で右クリックからのトラックを削除を選択するとリセットできます。エフェクト一覧から新たな字幕クリップを配置してテキストを入力します。右角の点々点を選択し、先ほど保存したプリセットを選択し、ロードします。先ほど保存したデザインを適用することができました。これはテキストのデザインだけでなく、大きさ、位置情報もプリセットとして保存しております。次は2人以上話をする人、話者がいる場合で、字幕のデザインを同じ字幕トラックの中でそれぞれ変える方法になります。通常この字幕のデザインは全て統一されます。上のトラックにもう一つ字幕トラックを追加すれば対応できるかと思いますが、実践してみます。エフェクト一覧から字幕クリップを配置します。字幕トラック1が自動で作成されます。もう一つエフェクト一覧から字幕クリップを字幕トラック1の上に配置します。字幕トラック2が自動で作成されます。ここで字幕トラック2が無効化になっているので、クリックで解除し有効にします。すると字幕トラック1が無効化されてしまいます。逆に字幕トラック1の無効化を解除すると、字幕トラック2の無効化が選択されてしまいます。この理由は字幕トラックは1トラックしか有効化できないためです。ただし回避する方法があります。字幕トラック2は削除します。字幕のデザインを同じ字幕トラックの中でそれぞれ変えるには、タイムライン上字幕トラックの何もないところで右クリック、字幕領域を追加を選択します。すると同じトラックの中にもう一つの領域ができ、エフェクト一覧から字幕クリップを字幕トラック1へ2つ配置することができ、異なるデザインの字幕テキストを適用することができます。この領域の追加は最大3つまで増やすことができ、合計4種類の異なるデザインの字幕テキストを適用することができます。追加した領域を削除する場合は、字幕トラックの何もないところで右クリック、字幕領域を削除を選択します。動画の冒頭で説明した上にある表示から字幕領域を表示にチェックがついていないと、この領域は表示されないので注意してください。次は字幕のアニメーションです。字幕クリップはこのフェードハンドルでフェードをつけることができますが、キーフレームのパラメータがないのでアニメーションをさせることはできません。またトランジションも適用することができません。
基本この字幕ツールはアニメーションを加えて演出するツールではないためです。前回の動画で解説したテキストプラスを使えば事は足ります。ただし字幕ツールならではのアニメーションをさせる方法があるので解説します。アニメーションをさせるにはフュージョンタイトルを使う方法とエフェクトを適用する方法の2つがあります。まず1つ目はフュージョンタイトルを使う方法ですが、エフェクト一覧からフュージョンタイトルをドラッグで字幕トラックの先頭に適用します。フュージョンタイトルのアニメーションが字幕クリップに適用されます。ただし当初設定した字幕のフォント、サイズが一旦リセットされるので改めて調整します。選択したフュージョンタイトルのアニメーションが字幕クリップそれぞれに適用されます。気になるポイントとしてフォントからサイズなどは調整できるのですが、センター1のパラメータがないので調整することができません。この場合、字幕クリップを選択し、上にあるフュージョンアイコンをクリックしてフュージョンページに移動します。ビューは上にあるアイコンから一画面表示にします。エディットページで適用したフュージョンタイトルのノードとメディアアウトノードがあります。このフュージョンタイトルのノードを選択し、上にあるアイコン、変形をクリックします。フュージョンタイトルのノードの次に変形ノードが接続されます。変形ノードを選択し、インスペクタのセンター XY で位置を調整することができます。左から4番目のアイコンをクリックしてエディットページに戻ります。字幕の位置を調整することができました。これは字幕トラックにフュージョンタイトルを適用すると、字幕トラックにあるすべての字幕クリップに同じアニメーションが適用されます。トラック単位で適用されることに注意してください。今適用したフュージョンタイトルはこのゴミ箱のアイコンをクリックして削除します。2つ目はエフェクト一覧のサブタイトルズを適用する方法になります。ここには17つのプリセットがあり、ドラッグで字幕トラックの先頭に適用します。すると最初に設定した字幕のフォントサイズが一旦リセットされるので、改めて調整します。インスペクターを見ればお分かりだと思いますが、テキスト、レイアウト、変形、シェードとあり、テキストプラスで作られたエフェクトであることが確認できます。先ほどのフュージョンタイトルと異なり、レイアウトのセンターで位置調整も可能です。アニメーションはありませんが、選択したサブタイトルズの装飾が適用されます。今適用したエフェクトは一旦削除します。今回は装飾のない一番シンプルなシンプルホワイトを適用します。フォントがリセットされるので調整します。例えばレイアウトに移動し、このセンター XY を使いアニメーションを設定します。キーフレームは赤くなりますが、アニメーションは設定できないことが確認できます。キーフレームは解除します。この問題を解決するには、上にあるフュージョンアイコンからフュージョンページへ移動します。ビューは上にあるアイコンをクリックして一画面表示にします。エディットページで適用したテンプレート、テキストプラスノードとメディアアウトノードがあります。テンプレート、テキストプラスノードを選択し、インスペクタでレイアウトを選択。今回はセンター1の Y でクリップの先頭末尾へアニメーションを設定します。フュージョンページではキーフレームを設定することでアニメーションをつけることができます。アニメーションに緩急を設定します。テンプレート、テキストプラスノードを選択し、上にあるスプラインをクリックします。このテンプレートへチェックすると、今設定したアニメーションの動きが表示されます。表示されない方は、ここをドラッグすることで表示領域を広くすることができます。このアイコンをクリックすると、最適な縮尺で表示されます。また、バージョン21の新機能で、このアイコンをクリックすると、フロートウィンドウが表示され、大きな画面で調整が可能です。ここが直線になっており、これはアニメーションの動きが一定であることを意味しております。先頭に設定したキーフレーム2点をドラッグで選択し、下にあるこのアイコン、スムースをクリックします。これはイーズイン&アウトの動きになり、最初ゆっくり、途中から加速、終了時にまたゆっくりになる動きとなります。
次に末尾に設定したキーフレーム2点をドラッグで選択し、下にあるアイコン、同じスムースをクリックします。上のスプラインをクリックして閉じます。アニメーションの動きに緩急をつけることができました。さらにモーションブラーも設定します。テンプレートノードを選択し、インスペクタで設定を選択。ここをクリックしてモーションブラーを有効にします。デフォルトは品質が2で最大10まで上げることができます。上げるほどブラーのかかり具合が大きくなりますが、パソコンに大きな負荷がかかります。ご自身の環境で設定してください。今回はデフォルトの2のままにします。左から4つ目のアイコンをクリックしてエディットページに戻ります。3つすべてのクリップに同じタイミングのアニメーションが適用されます。1つ目2つ目のクリップは同じタイミングのアニメーションで良いのですが、3つ目のクリップは同じタイミングでは字幕を読み切れず、タイミングを調整する必要があります。この場合、フュージョンページで3つ目のクリップのアニメーション間隔を調整することはできますが、この字幕ツールはトラックにある字幕クリップすべてに適用されるため、1つ目2つ目のクリップもアニメーション間隔が調整されてしまいます。改善するには字幕クリップを選択し、上にあるフュージョンアイコンからフュージョンページへ移動します。テンプレート、テキストプラスノードを選択し、シフトスペースキーでエフェクト検索画面を表示し、ここにキーフレームと入力します。キーフレームストレッチャーが表示されるので、選択し、下の追加をクリックします。またはエフェクト一覧、トゥールズを展開し、その他からキーフレームストレッチャーをドラッグで配置します。ノードをつなげるにはシフトキーを押しながら線の上に移動し、色が変わったら離すと接続されます。テンプレート、テキストプラスノードの次にキーフレームストレッチャーノードが追加されました。このキーフレームストレッチャーとは、フュージョンページで作成した先頭末尾のアニメーションの間隔を維持したまま、クリップ全体の長さを自由に変更できるようにするノードとなります。言葉では分かりづらいので実践します。キーフレームストレッチャーノードを選択し、まずインスペクタのソース視点、ソース終点に値を入力します。これはクリップの開始フレーム値、終了フレーム値となり、この赤の再生ヘッドをドラッグで先頭に移動すると、開始フレーム値は0フレーム。この赤の再生ヘッドをドラッグで末尾に移動すると、終了フレーム値は81フレームであることが確認できます。ソース視点に0、ソース終点に81と入力します。次に伸縮開始、伸縮終了に値を入力します。まずテンプレートノードを選択します。ビューアー下にあるこの白い縦線がキーフレームのフレーム値になります。今回の場合、キーフレームは0フレームから10フレーム、71フレームから81フレームにキーフレームが設定されています。キーフレームのない区間のフレーム値10フレームから70フレームを入力します。伸縮開始に10、伸縮終了に70と入力します。長いクリップもクリップの終了点でアニメーションをするようになりました。試しにオプションドラッグで字幕クリップを複製し、さらにクリップを長くしてみます。同じようにクリップの終点でアニメーションはします。今度は逆にクリップを極端に短くしてみます。字幕が途中で見切れてしまいます。注意点として、このキーフレームストレッチャーはクリップを伸ばすことは可能ですが、縮めると想定外の結果になってしまいます。対応策としては、クリップを伸ばすことしか想定していない1秒2秒など極端に短いクリップへアニメーションとキーフレームストレッチャーを設定することで対応は可能となります。次はダヴィンチリゾルブ有料版の機能の紹介になります。まず自動文字起こし機能になります。この機能は音声から字幕を自動で生成してくれます。上のタイムラインから AI ツール、オーディオから字幕を生成を選択します。拡張言語サポートに有効かへチェックし、作成をクリックします。ダヴィンチが音声を解析し、自動で字幕を生成します。誤字がある場合は、インスペクタで修正が可能です。
またバージョン21からの新機能で、この検索窓に検索したい単語を入力し、エンターキーを押すと、該当する単語が黄色でハイライト表示されます。使い道として同じ単語を何箇所も間違って生成された場合、下にある置き換えにチェックします。ここで置き換えたい正しい単語を入力し、下にあるすべて置き換えを選択することで、字幕トラックにあるすべての誤字を一瞬で正しい単語に置き換えることが可能です。次はエフェクト一覧のアニメイテッドからエフェクトを適用します。今回はワードハイライトをトラックの先頭に適用します。フォントがリセットされるので、日本語フォントを選択し、サイズ、位置、カラーも調整します。音声に合わせて字幕をハイライトしてくれます。次は書き出しになります。一番右のアイコンからデリバーページへ移動します。今回は YouTube 用に書き出す説明になります。字幕をつけていないタイムラインを書き出す場合は、プリセットで YouTube アイコンから解像度を選択します。ファイル名を入力し、保存先を指定します。書き出す解像度、フレームレートを確認します。縦長の動画で書き出す場合は、この縦長の解像度を使用にチェックします。フォーマットは MP4、ビデオコーデックは H.264。これは YouTube で推奨しているものになります。オーディオのノーマライズにチェックをつけ、規格に合わせて最適化を選択します。この YouTube に直接アップロードにチェックすると、書き出しと同時にダヴィンチが自動で YouTube にアップロードしてくれます。この機能を有効にするには、事前に設定が必要で、左上のダヴィンチリゾルブから環境設定に進みます。システムのインターネットアカウントを展開し、このアイコンからサインインすると YouTube に直接アップロードが可能となります。また、チャプター、サムネイルもアップロードが可能です。今回は YouTube に直接アップロードはせず書き出しをします。最後に一番下のアイコン、レンダー Q に追加をクリックすると、右上のレンダー Q に表示され、このすべてレンダーをクリックで書き出しが実行されます。ダヴィンチリゾルブ21からの新機能で書き出す映像の推定ファイルサイズが下段に表示されるようになっております。この動画は字幕をつけて作成したのですが、字幕が表示されません。字幕をつけたタイムラインを書き出す場合は、この YouTube アイコンからは書き出すことができません。字幕をつけたタイムラインを書き出す場合は、プレセットの中にあるこのカスタムエキスポートを選択します。ファイル名を入力し、保存先を指定します。フォーマットは MP4、コーデックは H.264 を選択します。次に書き出す解像度、フレームレートを確認します。下の方にある字幕設定を展開し、まずここの字幕の書き出しにチェックします。書き出し方法を展開すると、ビデオに焼き付け、また別ファイルとあります。このビデオに焼き付けとは、書き出す映像に直接字幕が焼き付けられる設定になります。視聴者は常に字幕が表示された映像を見ることになります。ビデオに焼き付ける場合の設定はこれだけです。あとは一番下のアイコン、レンダー Q に追加をクリックすると、右上のレンダー Q に表示され、このすべてレンダーをクリックで字幕が焼き付けられたビデオが書き出しされます。字幕が焼き付かれたビデオが書き出しされました。別ファイルを選択すると、ビデオと字幕が別々に書き出され、視聴者が字幕を表示するかしないかを選択できる設定になります。選択するとさらにフォーマットの選択を行います。ここでは STR フォーマットなしを選択します。その下にある字幕トラックは書き出す字幕トラックの選択になり、例えばタイムラインで字幕トラック1では日本語用の字幕を作り、字幕トラック2では英語用の字幕も作ったような場合の書き出し字幕トラックの選択になります。今回のタイムラインでは字幕トラックは1つしか作成していないので、字幕1へチェックします。
最後に一番下のアイコンレンダー Q に追加をクリックからすべてレンダーをクリックでビデオと字幕が別々に書き出されます。